皆さんこんにちは。今日は私の火曜日についてお話しします。火曜日の朝、私は6時30分に目が覚めました。月曜日より少し早いです。朝の光がカーテンの間から入って部屋の中が明るくなっていました。私は布団からゆっくり出て体を伸ばしました。少し寒かったので上着を着てから洗面所に行きました。まず顔を洗って歯を磨きました。冷たい水が気持ちよかったです。その後、タオルで顔を拭いてシャワーを浴びました。お湯の音を聞きながら、体と心が少しずつ目覚めていきました。シャワーの後、私は髪を乾かして服を選びました。今日は晴れていたので明るい色の服にしました。シャツとズボンを着て靴下を履きました。時計を見ると7時15分でした。私はキッチンに行って朝ごはんを作りました。ご飯と味噌汁と焼き魚をお皿に乗せてゆっくり食べました。テレビはつけずに音楽をスマートフォンから流しました。朝に音楽を聴くと気持ちが落ち着きます。ご飯の後、私はお弁当も用意しました。冷蔵庫の中にある野菜と卵を使って簡単なおかずを作りました。カバンにお弁当と教科書、ノート、ペンケースを入れて準備が終わったのは7時50分でした。私は上着を着て玄関で靴を履き家を出ました。外は青空で風も少しありました。とても気持ちのいい朝でした。私はバス停まで歩きました。途中でコンビニの前を通りましたが、何も買いませんでした。バスは8時5分に来て、私は座ることができました。バスの中ではカーテンの外をぼんやり見ながら今日やることを考えました。学校に着いたのは8時30分でした。少し早く着いたので私は教室ではなく図書室に行きました。図書室にはほとんど人がいませんでした。本棚の間を歩きながら興味がある本を一冊取りました。静かな机に座って10分ほど読みました。その後、私は
教室に行きました。時間になると授業が始まり、私は真面目にノートを取りました。内容は少し難しかったですが、先生の説明を聞いてよく考えるようにしました。私はわからないところをメモに書いて、後で調べることにしました。午前の授業が終わったのは12時10分でした。私は外のベンチに座ってお弁当を食べました。今日は友達と一緒ではなく、一人で静かに食べました。鳥の声や風の音を聞きながら、ゆっくり食べる時間はとても大切です。午後の授業は少し眠くなりました。私は背中をまっすぐにして眠くならないように気をつけました。目をこすりながらも先生の話を最後まで集中して聞きました。授業が終わった時、私は深く息をして少しだけ休みました。放課後、私は少しだけ運動をしました。校庭を3周歩いて軽くストレッチをしました。体を動かすと気分もすっきりします。その後、私は部室に行って掃除を手伝いました。ほうきで床を掃いて、机を拭いて、ゴミをまとめました。学校を出たのは17時過ぎでした。帰り道、私はパン屋に寄って小さなパンを一つ買いました。家に帰るまで我慢できなかったので、歩きながら食べました。外はだんだん暗くなって、風が少し冷たくなっていました。家に着いたら、まず手を洗って荷物を片付けました。冷蔵庫を見て夜ご飯の材料を考えました。今日は野菜がたくさんあったので、野菜炒めとスープを作ることにしました。私は音楽を聴きながら楽しく料理をしました。夜ご飯を食べた後、少し休んでからノートを開きました。今日の勉強の復習をしました。ノートを見ながら赤いペンで大切なところに線を引きました。わからなかったことはスマートフォンで調べました。21時を過ぎた頃、私はお風呂に入りました。お湯に入ると体が温かくなって一日の疲れが消えていくようでした。お風呂から出た後は髪を乾かして少しだけ本を読みました。
22時30分になったので、私はベッドに入りました。今日もいろいろなことがありましたが、全部ちゃんとできたので、安心して眠れました。皆さんこんにちは。今日は私の火曜日についてお話しします。火曜日の朝、私は6時30分に目が覚めました。月曜日より少し早いです。朝の光がカーテンの間から入って部屋の中が明るくなっていました。私は布団からゆっくり出て体を伸ばしました。少し寒かったので上着を着てから洗面所に行きました。まず顔を洗って歯を磨きました。冷たい水が気持ちよかったです。その後、タオルで顔を拭いてシャワーを浴びました。お湯の音を聞きながら、体と心が少しずつ目覚めていきました。シャワーの後、私は髪を乾かして服を選びました。今日は晴れていたので明るい色の服にしました。シャツとズボンを着て靴下を履きました。時計を見ると7時15分でした。私はキッチンに行って朝ごはんを作りました。ご飯と味噌汁と焼き魚をお皿に乗せてゆっくり食べました。テレビはつけずに音楽をスマートフォンから流しました。朝に音楽を聴くと気持ちが落ち着きます。ご飯の後、私はお弁当も用意しました。冷蔵庫の中にある野菜と卵を使って簡単なおかずを作りました。カバンにお弁当と教科書、ノート、ペンケースを入れて準備が終わったのは7時50分でした。私は上着を着て玄関で靴を履き家を出ました。外は青空で風も少しありました。とても気持ちのいい朝でした。私はバス停まで歩きました。途中でコンビニの前を通りましたが、何も買いませんでした。バスは8時5分に来て、私は座ることができました。バスの中では、カーテンの外をぼんやり見ながら、今日やることを考えました。学校に着いたのは8時30分でした。少し早く着いたので、私は教室ではなく図書室に行きました。
図書室にはほとんど人がいませんでした。本棚の間を歩きながら、興味がある本を一冊取りました。静かな机に座って10分ほど読みました。その後、私は教室に行きました。時間になると授業が始まり、私は真面目にノートを取りました。内容は少し難しかったですが、先生の説明を聞いてよく考えるようにしました。私はわからないところをメモに書いて、後で調べることにしました。午前の授業が終わったのは12時10分でした。私は外のベンチに座ってお弁当を食べました。今日は友達と一緒ではなく、一人で静かに食べました。鳥の声や風の音を聞きながら、ゆっくり食べる時間はとても大切です。午後の授業は少し眠くなりました。私は背中をまっすぐにして眠くならないように気をつけました。目をこすりながらも先生の話を最後まで集中して聞きました。授業が終わった時、私は深く息をして少しだけ休みました。放課後、私は少しだけ運動をしました。校庭を3周歩いて軽くストレッチをしました。体を動かすと気分もすっきりします。その後、私は部室に行って掃除を手伝いました。ほうきで床を掃いて、机を拭いて、ゴミをまとめました。学校を出たのは17時過ぎでした。帰り道、私はパン屋に寄って小さなパンを一つ買いました。家に帰るまで我慢できなかったので、歩きながら食べました。外はだんだん暗くなって、風が少し冷たくなっていました。家に着いたら、まず手を洗って荷物を片付けました。冷蔵庫を見て夜ご飯の材料を考えました。今日は野菜がたくさんあったので、野菜炒めとスープを作ることにしました。私は音楽を聴きながら楽しく料理をしました。夜ご飯を食べた後、少し休んでからノートを開きました。今日の勉強の復習をしました。ノートを見ながら赤いペンで大切なところに線を引きました。わからなかったことはスマートフォンで調べました。21時を過ぎた頃、私は
お風呂に入りました。お湯に入ると体が温かくなって一日の疲れが消えていくようでした。お風呂から出た後は髪を乾かして少しだけ本を読みました。22時30分になったので、私はベッドに入りました。今日もいろいろなことがありましたが、全部ちゃんとできたので、安心して眠れました。